今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。夜長の時間を彩る冒険と驚きの物語を眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は冒険物語オリジナルストーリーを7話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。日常の向こう側。静かな街の端に佇む古い図書館は、時間の歯車が忘れ去ったように静かに回る場所だった。ここでは日々の喧騒から離れ、古い書物の匂いが漂い、壁には歴史の精霊が宿るかのような雰囲気が漂っていた。その片隅に一冊の本がひっそりと埋もれていた。その本は他の書物とは異なり、そのカバーには時の結び目が刻まれ、古代の地図が彫り込まれていた。優斗は普段、この図書館を通り過ぎるだけの日々を過ごしていた。学校からの帰り道、彼は偶然にもその古びた本を手に取った。指先がそのページをなぞると、突如として部屋に光が満ち、優斗は自らを見知らぬ風景の中に立っていることに気づいた。彼の目の前には水面が輝く湖が広がり、遠くには神秘的な山々が立ち並び、空は幻想的な色合いに染まっていた。その光景はまさに大ハーモンサークルの輪郭の中にあった。過去と未来が交わる場所、現実と夢の狭間。優斗はこの未知の領域に足を踏み入れ、日常の向こう側への扉が開かれたのだった。優斗は湖のあぜにたどり着くと、不思議な光を放つ蝶が彼の前に舞い降りた。その蝶はまるで宇宙の神秘を秘めた使者のように静かな輝きをまとっていた。優斗は蝶の姿に驚きながらも不思議な引力に導かれるようにして蝶の後を追うことにした。湖畔を歩くうちに彼は周囲の景色がどこか幻想的でありながらも心地よくもあることに気づいた。湖の向こう側に広がる小さな村はまるで物語から飛び出したような美しい光景だった。村人たちは優斗を温かく迎え入れ、彼が到着したことに驚きを隠さなかった。彼らはその驚きを喜びに変え、優斗にこの世界について語り始めた。村人たちはこの世界が日常の向こう側にある場所であることを説明した。この世界では時間や空間の法則が通常の世界とは異なり、未知の可能性が広がっているという。しかし、優斗が元の世界に戻る方法について尋ねると、彼らは村の伝説を語り始めた。その伝説によれば、この世界には光り輝く洞窟が存在し、その洞窟には時空を超える力が秘められているという。しかし、その力を手に入れるためには、洞窟が設ける試練を乗り越えなければならないという。優斗は驚きと興奮で胸が膨らみながら、自らの運命に対する使命を感じた。次の朝、優斗は村の案内人と共に光り輝く洞窟を目指して旅立った。途中で彼らは美しい草原や不思議な森を通り抜け、その美しい景色に心が躍るばかりだった。しかし、彼らの旅はこれからが本番であることを思い知らされることになるだろう。翌朝の日差しは、優斗と村の案内人を洞窟へと導くための光り輝く道を照らしていた。彼らの旅は、美しい草原を通り抜けることから始まった。色とりどりの花々が風に揺れ、その優美な姿は、まるで自然が自らの歓迎を示しているかのようだった。優斗は、この美しい景色に心を奪われ、冒険の喜びで胸が高鳴っていた。次に彼らは不思議な光を放つ森へと足を踏み入れた。木々の間から差し込む光が地面を照らし出すと、その美しい光景はまるで魔法の世界に迷い込んだようだった。優斗は森の中で見ることのできる様々な奇跡に驚き、感動した。
彼の心はこの新たな世界の神秘に包まれていった。そして洞窟に到着した。その入り口は深い闇に包まれており、ユウトの胸騒ぎが増すばかりだった。しかし、彼は勇気を振り絞り、試練に挑む決意を固めた。洞窟の中は幻想的でありながらも、不気味な雰囲気が漂っていた。足元を照らす光が岩肌に浮かび上がる奇妙な影を投げかける。試練は自分の最も大切なものを見極めることであった。ユウトは瞑想にふけり、心の奥深くにある真実を探し始めた。彼は過去の思い出、家族との絆、そして自分自身の成長について考えを巡らせた。そして心の底から湧き上がる感情が彼に示した答えは、家族との絆が彼の人生で最も大切なものであることを明らかにした。試練を乗り越えたユウトは洞窟の奥深くにある神秘的な光景を目の当たりにした。そこには時空を超える力を持つ古代の石碑が立っていた。その石碑を前にして、ユウトは自らの内なる力を感じ取り、次なる冒険への準備を整えるのだった。ユウトは再び図書館の書棚の前に立っていた。しかし、彼の心と体には、冒険を通じて得た知識と感動が深く刻まれていた。図書館の静寂が彼を包み込む中、彼は冒険の記憶を振り返りながら、日常の向こう側についての理解が深まっていくのを感じた。この冒険を通じて、ユウトは日常の向こう側には無限の可能性が広がっていることを知ることができた。そこでは時間や空間の制約がなく、想像力という気が現実を変える力となるのだ。彼は自分自身の内側に眠る力を目覚めさせ、新たなる挑戦への意欲を感じた。そして家族との絆の大切さも再確認した。冒険の中で彼は家族との絆が自分の人生においてどれほど貴重であるかを理解した。家族は彼の支えであり、彼が日常の向こう側での冒険に挑む勇気の源でもあった。彼らとの絆が彼を強くし、彼の心を豊かにしてくれたのだ。そうしてユウトは図書館を後にし、再び日常の中へと足を踏み入れた。彼は新たな視点で世界を見つめ、日常の中に隠された不思議を見出す喜びを感じながら歩いていった。彼は冒険の記憶を胸に秘めながらも、新たな始まりに向かって歩みを進めるのであった。これはユウトにとっての終わりではなく、新たなる物語の始まりなのだ。雨上がりの街は新たな光と清涼な空気で満ちていた。ユウトは図書館から歩き出し、静かな街を散策しながら、心に渦巻く冒険の記憶を胸に抱いていた。彼の足取りは軽やかでありながらも、その眼差しは以前とは異なる輝きを放っていた。日常の中に潜む不思議を見つけ出す新たな視点が彼の心を解放し、世界をより豊かに見せてくれるのだと感じられた。歩きながら彼は自分が経験した冒険の中で得た洞察に思いを馳せた。日常の向こう側にはいつでも冒険が待っている。それは新たな挑戦や発見、成長の機会が隠れている場所なのだ。彼は過去の冒険の経験から学び、これからの人生においても新たな冒険を求めていく決意を固めた。そして彼は気づいた。物語の終わりは同時に新たな始まりでもあるということを。ユウトの冒険はここで終わるのではなく、むしろこれからが本当の始まりなのだと。彼の心は喜びと興奮で満ち溢れ、未来への可能性に胸が膨らんだ。静かな街の路地を歩みながら、ユウトは微笑みを浮かべた。彼は自分の内なる冒険家を見つけ、その精神を抱えて新たな旅路に向かっていくのだ。彼は知る。日常の向こう側には無限の冒険が待っている。そしてその一歩を踏み出すことこそが彼の人生における真の旅の始まりなのだと。道中で見つけた小さな奇跡。
夏も終わり、ひときわ青く澄み渡った空の下、古びた町の片隅に佇む小さな学校があった。学校は小高い丘の上に建てられており、その周囲は豊かな緑に囲まれ、季節の移り変わりを一番近くで感じられる場所だった。この学校には隠された小さな奇跡が眠っていると言われている。しかし、それを知る者はもういない。新学期が始まり、校門をくぐる生徒たちは、夏休みの思い出を胸に秋の訪れを感じながら、新しい一年への期待と不安を抱えていた。中でも一人の転校生がいた。名前は春野風花。彼女はこの町に越してきたばかりで、何もかもが新鮮でワクワクする反面、新しい環境に馴染めるかどうか心配でいっぱいだった。風花は初めて踏み入れる教室で深呼吸をして自己紹介をした。彼女の純粋で控えめな姿勢がクラスメートたちの心を温かくした。その日の放課後、風花は校庭で一人大きな古木の下に座って、この学校での新しい生活に思いを馳せていた。すると小さな光が彼女の目の前でふわりと舞い、驚く風花の手の中に落ちた。それは小さな、しかし美しい輝きを放つ石だった。彼女はその石を拾い上げ、不思議に思いながらも何か大切なものを見つけたような気がして、心が温かくなった。それは学校に隠された小さな奇跡の始まりだった。風花はこの日、新しい学校での生活が始まることに胸を高鳴らせていた。彼女の足取りは軽やかで、学校への道すがら見える景色も何もかもが新鮮に映った。古びた町の片隅にあるこの小さな学校は古木が風に揺れる音や子供たちの笑い声で満ちていた。風花にとっては全てが未知の世界だった。転校初日、緊張で胸がいっぱいになりながらも、風花はクラスメートたちの前で自己紹介をした。その瞬間、彼女の心は不思議と落ち着きを取り戻し、自然体で話すことができた。風花の素直で控えめな姿勢は、すぐにクラスメートたちからの好奇心と友情を引き出した。放課後、風花は一人で校庭を散歩し、新しい環境に少しでも早く慣れようとした。古木の下で、ぼんやりと空を見上げながら、彼女は心の中で、新しい生活への期待と不安を繰り返しつぶやいた。その時、小さな光が目の前でキラリと輝き、驚いた風花が手を伸ばすと、一粒の小さな石が手の中に落ちた。石は温かく、優しい光を放っていた。この石は一体何だろう？風花はその不思議な石をじっと見つめた。なぜかこの石を見ていると、心が穏やかになり、新しい場所での生活への希望が湧いてきた。彼女はこの石を大切な宝物として、いつも身につけることに決めた。翌日、風花はその石を持って学校へ行った。授業が終わり、放課後の教室で、その石を眺めていると、同じクラスの樹里が近づいてきた。樹里は好奇心旺盛な目で石を見つめ、それ、すごく綺麗。どこで見つけたの？と尋ねた。風花は微笑みながら、その石を拾った日のことを話し始めた。二人は教室の窓際で話に花を咲かせ、お互いのことを少しずつ知り合っていった。その日を境に、風花と樹里は無二の親友となり、放課後はいつも一緒に過ごすようになった。風花にとって、この学校での生活は不思議な石を通じて始まった小さな奇跡の連続だった。この小さな石がこれから風花と樹里にどんな物語を運んでくるのか、二人はまだ知らない。しかし、これから始まる冒険に胸を躍らせていた。新しい友情と未知の世界への期待が、風花の心を温かく包み込んでいたのだった。放課後のある日、風花と樹里は学校の裏庭で密かに会う約束をした。風花が手にしていた不思議な石が前日不意に光り輝いたのだ。その光はまるで二人をどこかへ導くかのように感じられ、彼女たちはその秘密を解き明かすことに決めた。学校の裏庭は普段生徒たちの足がほとんど及ばない場所だった。
二人が進むにつれ、周囲はますます静かになり、風の音や小鳥のさえずりだけが聞こえてくる。やがて、彼女たちは、草木に覆われた古い温室の前に立っていた。そのドアは、ゆっくりと開き、中から暖かい光が漏れ出していた。驚きと好奇心に駆られながら、風花と樹里は、温室の中に足を踏み入れた。目の前に広がったのは、見たこともないような花々と、植物が生い茂る、幻想的な光景だった。色とりどりの花が咲き誇り、奇妙な形をした葉が風に揺れていた。温室は時間が止まったかのような静寂に包まれ、二人だけの秘密の場所になった。彼女たちは、この温室が長い間、誰にも気づかれずに放置されていたことを知った。しかし、不思議な石の力でしょうか、温室の中の植物は、驚くほどに生き生きとしていた。風花と樹里は、この場所を再び人々に知られる場所にしたいと強く願った。その日から、二人は放課後の時間を使って、温室の手入れを始めた。枯れた葉を取り除き、土を耕し、水やりをした。少しずつだが、彼女たちの手によって、温室は以前の輝きを取り戻していった。作業をするうちに、風花と樹里の間には深い絆が生まれ、二人はまるで姉妹のようになった。ある日、温室の片隅で、樹里が小さな芽を見つけた。それは、まるで二人の友情の象徴のように、日に日に成長を遂げていった。彼女たちは、その芽を希望と名付け、毎日のように、その成長を見守った。風花と樹里にとって、この温室は、ただの隠れ場所ではなく、彼女たちの夢や希望を育む場所になった。二人はここで過ごす時間を通じて、真の友情とは何か、そして一緒に何かを成し遂げる喜びを学んでいった。不思議な意志が導いた温室は、風花と樹里にとってかけがえのない宝物となり、二人の心に深く刻まれることとなる。この小さな奇跡が、これからも二人の間に、どんな色とりどりの物語を咲かせていくのか、その可能性に胸を膨らませながら、彼女たちは次の日も温室へと向かった。秘密の温室が再び輝きを取り戻すにつれ、風花と樹里の努力は徐々に学校中に知られるようになった。ある日、彼女たちが温室で作業をしていると、好奇心旺盛な同級生たちが訪れ始めた。はじめは温室の存在を秘密にしたいと願っていた二人だったが、この美しい場所を他の人と共有する喜びを知る。風花と樹里は同級生たちに温室の手入れの仕方を教え、彼らもまたこの場所の一員になっていった。植物に水をやること、土を耕すこと、枯れた葉を取り除くこと。これらすべてが彼らにとって新鮮な体験となった。学校には以前からあるが、誰もが忘れていた温室は、今や生徒たちにとって探求心をくすぐる秘密の場所に変わった。温室の再生は、風花と樹里だけの物語ではなくなり、多くの生徒たちが関わる学校全体のプロジェクトへと成長していった。生物学の先生は、授業の一環として温室を利用することを提案し、生徒たちは実際に植物の成長を観察する機会を得た。学校の中に新たな学びの場が生まれたのである。やがて温室はただの教育施設ではなく、生徒たちが互いに交流し、共に成長するコミュニティの象徴となった。温室で過ごす時間は彼らにとってかけがえのない思い出となり、友情や協力の大切さを学ぶ場所になった。季節が巡り、温室の花々が満開になる頃、学校は温室を公開するイベントを開催した。地域の人々が訪れ、生徒たちが手入れをした植物の美しさに感嘆した。風花と樹里は、この温室が多くの人々に喜びをもたらす場所になったことを実感し、深い満足感を感じた。この日、二人は改めて不思議な意志がもたらした奇跡に感謝した。もし意志が彼女たちをこの温室へと導いてくれなければ、こんなにも多くの人が結ばれることはなかっただろう。温室で育てられた花々は、風花と樹里の友情だけでなく、学校全体の絆を象徴するものとなった。夕暮れ時、温室の中で、二人は手を取り合い、
これからも共に歩んでいくことを誓った。温室の秘密は彼女たちにとって大切な宝物であり、二人の絆を深める源となった。そしてそれは学校中の人々の心にも温かい光を灯すこととなったのだった。時は流れ、風花と樹里は卒業を迎えた。二人は学校で過ごした日々、そして小さな奇跡の石がもたらした変化を胸に、新たな旅立ちを迎える準備をしていた。温室の花々は二人を優しく見送るかのように揺れていた。学校の門をくぐりながら、風花は振り返り、静かに微笑んだ。彼女たちが見つけた小さな奇跡は、これからも学校に残り続け、新しい生徒たちにも、その輝きを分け与えてくれるだろう。そして、風花は思った。本当の奇跡は、小さな石に隠されていたわけではない。私たちの心の中に、互いを思いやる気持ちがある限り、どんな場所にも奇跡は起こりうるんだ。と、小さな石は、ただのきっかけに過ぎなかった。大切なのは、その石が二人に与えた絆と、共に歩んだ道のりだった。風花と樹里の物語は、卒業とともに一つの区切りを迎えたが、彼女たちが学校に残したものは、これからも長く語り継がれていくだろう。歩み続けることの意味。かつて静かな海辺の町に旅人のリオがいました。リオは自分が何を求めているのか、どこへ向かうべきかを知らずに旅をしていました。彼の旅はただ漠然としていて、目的地もなく、ただ歩みを進めることだけが彼の日常でした。しかし、この日はいつもと違いました。町の外れにある古びた地図店で、リオは一つの古地図を手に入れたのです。それは、夢見る島と呼ばれる伝説の地を示していました。この島は、訪れた者に、真の目的と心の平和を見出させると伝えられていました。地図を広げ、指先でなぞるリオの目には、新たな輝きが宿りました。この島を目指すこと、それが彼の旅の新たな目的となったのです。リオは決意しました。どれだけ時間がかかろうと、どんな困難が待ち受けていようと、夢見る島を目指すのです。この決意は、彼にとって歩み続けることの真の意味を見出す旅の始まりでした。リオが街を出たのは、まだ夜が明けきらぬ早朝だった。彼の背中には、旅の必需品を詰めた小さなリュック。足元には長い旅路に耐えうる頑丈な靴。そして彼の手には夢見る島への道を示す古地図。海辺の街は彼の背後に静かに佇み、新たな一日の光が徐々にその輪郭を明るく照らし出していく。リオは深呼吸をし、一歩を踏み出した。その瞬間、彼の旅が始まったのだ。最初の挑戦は街の外れから広がる広大な森だった。森は古くからその地に根を張り、数多くの旅人を見送り、また迎え入れてきた。リオは地図を頼りに一歩一歩慎重に進んだ。森の中は静寂に包まれ、時折小鳥のさえずりがその静けさを破る。朝露に濡れた葉が光を反射し、まるで宝石のように輝いていた。リオが進むにつれ、森は徐々にその本性を表し始めた。時には道が塞がれ、彼を迷わせようとするかのようだった。しかし、彼は決して立ち止まらず、小さな障害を一つ一つ乗り越えていった。この森の中で、リオは初めて、旅の意味を自問自答する時間を持った。彼は何を求めているのか？なぜ、この地図が彼を引きつけたのか？森の中での孤独な時間が、リオに内面と向き合う貴重な機会を与えたのだ。昼過ぎ、リオは森の中央にある小川にたどり着いた。清らかな水の流れは、長い旅の疲れを癒してくれるかのようだった。彼は靴を脱ぎ、冷たい水に足を浸した。その瞬間、すべての疲れが流れ去るのを感じた。
リオは小川のそばで昼食をとり、しばしの休息を楽しんだ。この小川は彼にとって旅の中での一時的な避難所となった。休息を終えたリオは再び旅を続けた。森は徐々に明るくなり、道もはっきりとしてきた。夕方には森の端に到達していた。振り返ると朝に見たのとは全く違う森がそこにあった。森全体が彼の旅の始まりを祝福しているかのようだった。そして彼の前には広大な草原が広がっていた。草原の向こうには新たな挑戦が待っている。しかし、リオはもはや迷うことなく、自信を持って次のステップへと進んでいった。森を抜けた彼には、新たな自信と旅の真の目的を見つけるための決意が芽生えていた。森を抜けたリオは、自身の足取りがより軽やかになっているのを感じました。目の前に広がるのは、果てしなく続く草原。風が草を波打たせる様子は、まるで海の波のようでした。この広大な自然の中で、リオは自分が一人であることを強く意識しましたが、同時に、この大地と一体になっているような感覚も覚えました。草原の中を歩き始めてから数時間が経ち、リオは草原の真ん中にある一本の大きな木にたどり着きました。この木は草原のオアシスのようで、リオはその木陰で休憩を取ることにしました。木の下で水を飲み、持ってきた乾燥果物を食べながら、彼は周囲の景色を眺めました。遠くの地平線はまるで世界の果てを示しているかのようでした。この草原を越えることが、夢見る島への道の次のステップであることを、リオは心から感じ取りました。休憩後、リオは再び歩き始めました。太陽は高く昇り、草原は金色に輝いていました。彼は自分の心が何を求めているのかを考え続けました。これまでの人生で彼は常に何かを探しているような気がしていましたが、それが具体的に何であるかを言葉で表すことはできませんでした。しかし、この旅が進むにつれ、その答えが徐々に明らかになってきたように感じました。草原を歩くうちに、リオは遠くに小さな村を見つけました。彼は少しの間だけそこで休むことにしました。村の人々は見知らぬ旅人であるリオを温かく迎え入れました。彼らはリオに食事を提供し、夜は村の共同スペースで彼を泊めてくれました。リオは村人たちとの会話を通じて人々が互いに支え合い、共に生きることの大切さを改めて感じました。この短い滞在はリオにとって旅の中での貴重な経験となりました。翌朝、リオは村を出発しました。村人たちに感謝を伝え、再び草原を歩き始めたのです。村での経験は彼の旅の見方を少し変えました。人とのつながりがどれほど自分を豊かにしてくれるかをリオは深く実感したのです。夕方になるとリオは草原を抜け遠くにそびえる山々を目の前にしました。これが次なる挑戦であることを彼は知っていました。草原を越えた彼には新たな自信と人とのつながりの大切さを胸に山への登攀を始める準備が整っていました。草原を後にし、リオは山脈に向かって歩き始めました。草原の開放感とは異なり、山の道は曲がりくねり、時には急な坂道が現れる。しかし、リオの心は揺るぎなかった。山を登ることで得られるもの、それは彼が求めてやまない内なる平和への手がかりだと信じていました。最初の数日間、リオは山の自然の美しさに圧倒されました。樹木はより密集し、空はより青く、空気は冷たく澄んでいました。朝露に濡れた草の上を歩くとき、彼は自然と一体になる感覚を覚えました。しかし、山道は容易ではありませんでした。時には迷い、時には体力の限界を感じることもありました。そんな時、彼は静かに立ち止まり、深呼吸をして自分の内なる声に耳を傾けました。ある夕暮れ時、リオは山の中腹にある小さな湖を発見しました。
湖の水は鏡のように静かで、周囲の山々がその表面に映し出されていました。湖畔でキャンプを張ったリオは、この場所が彼にとって特別な意味を持つことを感じ取りました。夜、彼は湖を見つめながら、これまでの旅を振り返りました。村人たちとの出会い、草原の広がり、そして今、山の静寂の中で感じる平和。これらすべてが、リオの内面の旅に深い影響を与えていました。翌日、リオは再び山道を進み始めました。この日は、これまでにないほどの厳しい道のりが、彼を待っていました。山の頂に近づくにつれ、風は冷たく、道はさらに険しくなりました。しかし、リオの心は揺るがなかった。彼は自分が目指すべき場所が近づいていることを感じていました。山の頂からの眺めは、息を飲むほど美しかった。リオは一瞬、時間が止まったように感じました。彼は遠くに広がる草原、過ぎ去った森、そして自分がこれまで歩んできた道のりを眺めました。この瞬間、リオは自分自身との対話を深め、内なる平和を一層強く感じました。山を越えたことで、彼は新たな自己認識を得たのです。山を降りる道のりは、登る時よりも早く感じました。リオは自分がこの旅で求めていたものが、実は常に自分の内にあったことを理解しました。彼の心はかつてないほど軽やかで穏やかでした。山を越えることで、リオはただの目的地を目指しているのではなく、自分自身の深い理解と人生の旅を進めていることを実感したのでした。ついに、リオは夢見る島に到着しました。島は想像以上に美しく、その美しさは言葉に尽くせないものでした。島を探索する中で、リオは多くの発見をしましたが、最も大切な発見は、自分自身の内にある平和と目的地への道のりの中にこそ、旅の真の意味があるということでした。リオは歩み続けることの意味を深く理解し、内なる平和を見つけることができました。彼は新たな旅へと歩みを進める準備ができていました。今度はより確かな足取りで自分の心が求める場所へと向かうのです。この旅は終わりましたが、リオの心の旅はこれからも続いていくのでした。日々の冒険者。太陽が地平線の向こう側に沈みかける頃、小さな海辺の町アゼルタウンでは、日々の終わりとともに新たな物語が始まろうとしていました。この町に住む人々は、外の世界から隔絶された静かな生活を送っていましたが、彼らの中には心の奥底で冒険への憧れを抱く者もいました。その一人が若き冒険家志望のエミリオでした。エミリオは海を眺めながら常に遠くの地への思いを馳せていました。彼にとって海の向こうには未知の世界が広がっており、そこに足を踏み入れることが最大の夢でした。しかし、アゼルタウンの住人たちは安全で平和な生活を守るため、外の世界との接触を避けていました。そんな中、エミリオは自分だけの冒険を始める決意を固めます。彼の目標は、アゼルタウンの伝説に登場する光の島を見つけ出すこと。伝説によると、この島は1年に一度だけ現れ、訪れた者に幸運をもたらすと言われていました。エミリオは光の島を見つけ出し、その秘密を解き明かすことで、自分だけの冒険譚を作り上げることを夢見ていました。ある晩、エミリオは準備を整え、星明かりだけを頼りに、小さな帆船で海に出る決心をします。彼にとって、これはただの旅ではなく、自分自身を見つめ直し、未知への恐怖を乗り越える試練でもありました。エミリオは、この冒険を通じて、自分に何ができるのか、そして本当の自由とは何かを見つけ出そうとしていました。夜風が彼の顔を撫でながら、エミリオは静かに帆を上げ、未知の世界への扉を開く旅に出発しました。アゼルタウンの明かりが遠ざかるにつれ、
彼の胸の中には期待と不安が交錯していましたが、それ以上に強いのは新たな冒険への興奮でした。そしてエミリオの日々の冒険者としての物語が今始まろうとしていました。エミリオの旅は星々が彼の唯一の案内人となる中、幕を開けました。海は穏やかで、彼の小舟は静かに波を切って進んでいきます。最初の夜、彼は航海術の書物に目を通しながら、星々の位置から自分のいる場所を推測しようと試みました。この時、エミリオは自分が真の冒険家になるための最初の一歩を踏み出したことを実感しました。数日間の航海の後、エミリオは初めての目的地、レビュラ島に到着します。レビュラ島はアゼルタウンから数百キロ離れた未開の自然が残る小さな島でした。彼はこの島に上陸し、新しい植物や動物を発見することに興奮を覚えます。島を探索する中で、エミリオは珍しい花や人懐っこい小動物たちと出会い、自然との一体感を深く感じました。しかし、探索の途中で、エミリオは古い石造りの遺跡を見つけます。遺跡の中には、古代の人々が残したと思われる壁画があり、壁画には光の島への道しるべとも取れる謎の図形が描かれていました。エミリオはこの壁画を手がかりに光の島の謎を解き明かそうと決心します。レビュラ島で過ごした数日間はエミリオにとって多くの学びがありました。彼は自分一人で生きていくために必要なサバイバルスキルを学び、自然の中での生活の楽しさと厳しさを体験しました。また、古代の遺跡を発見したことで、彼の冒険心はさらに燃え上がります。レビュラ島を後にしたエミリオは、新たな手がかりを得て、次なる目的地へと向かいます。彼は知らず知らずのうちに、ただの冒険家から伝説を追い求める探求者へと変わりつつありました。海と空が一体となる地平線を目指しながら、エミリオの心は次の冒険に向けて高鳴っていました。エミリオが次に向かったのは、風の港と呼ばれる小さな島でした。この島は、その名の通り、年中を通して強い風が吹き抜けることで知られていました。風の港は、冒険家や商人、様々な人々が立ち寄る交流の場でもあり、エミリオにとっては、新しい出会いと情報を求める絶好の場所でした。港に足を踏み入れた瞬間から、エミリオは、この地の活気に圧倒されます。市場では世界中から集められた珍しい品々が売られており、人々の笑顔が絶えませんでした。エミリオは地元の人々や他の旅人たちと交流しながら光の島についての情報を集めようとします。ある日、エミリオは一人の老船乗りと出会います。彼はかつて伝説の光の島を目指した冒険家で、その旅の途中で数えきれないほどの困難に直面したと語りました。しかし、彼の話の中には、光の島への手がかりともなる重要な情報が隠されていました。老船乗りから光の島は特定の季節にしか現れず、その位置も年によって変わるという話を聞き、エミリオは新たな手がかりを得ることができました。また、風の港でエミリオは風を操る術を知る古代の技術についても学びます。地元の職人から特殊な帆を使って風を捉え、より早く効率的に航海する方法を教わったのです。これにより、エミリオの航海は大きく変わります。彼は風を友とし、それを使って未知の海域へとより遠く、より早く進むことができるようになりました。風の港で過ごした日々は、エミリオにとって多くの意味を持ちました。彼は冒険の途中で出会う人々から多くを学び、彼らの知恵や経験が自分の旅にどれほど大きな影響を与えるかを理解しました。そして何より、エミリオは自分自身の冒険が、ただ未知を求める旅だけでなく、人々との出会いや交流を通じて成長する旅であることを実感しました。風の港を後にしたエミリオは、新たな帆を上げ、光の島への道を模索しながら、再び海へと出港しました。彼の心には、希望の光が一層強く輝いていました。
エミリオの旅は続き、彼を次に導いたのは、謎解きの島と呼ばれる、地図にも載っていない秘密の島でした。この島は、古代から伝わる数多くの謎と秘宝が隠されているとされ、冒険家たちの間で囁かれる伝説の地でした。エミリオがこの島に足を踏み入れたのは、光の島への手がかりを探す途中でしたが、ここで彼を待ち受けていたのは、想像を超える挑戦でした。島には古代の文明が残したとされる複雑な仕掛けやパズルが随所に設置されており、中央には巨大な塔がそびえ立っていました。エミリオは塔の頂上には光の島を見つけるための重要な手がかりが隠されていると確信し、謎解きに挑むことを決意します。エミリオは島を探索しながら古代の言語で書かれた文献を解読し、失われた文明の知恵を学んでいきます。彼はパズルを解くたびに自らの知識と洞察力が試されることを実感し、それがまた新たな冒険への糧となりました。塔の内部では光と影を利用した謎や重力の法則を逆手に取った仕掛けがエミリオを待ち受けていましたが、彼は一つ一つの難題を乗り越えていきます。最終的にエミリオは塔の頂上にたどり着き、そこには古代の天文学者が使用していたとされる巨大な望遠鏡が設置されていました。この望遠鏡を通じて空を眺めたとき、エミリオは光の島が現れる特定の星座とその現れる時期を示す暦を発見します。この発見はエミリオにとって光の島への道を照らす貴重な手がかりとなりました。謎解きの島での経験はエミリオにとってかけがえのないものでした。彼は古代の知恵と現代の知識が融合することでどんなに困難な謎も解くことができるということを学びました。また自分自身の能力を信じ、挑戦を恐れない心が未知への探求を成功させる鍵であることを改めて実感しました。謎解きの島を後にしたエミリオは新たに得た知識を胸に光の島を目指す旅を続けます。彼の心はこれまで以上に強い決意と希望で満ち溢れていました。エミリオの長い航海はついに終焉を迎えます。謎解きの島で得た星座の知識を頼りに、彼は光の島が現れるとされる海域に到着しました。夜が深まるにつれ、海の彼方には幻想的な光が点滅し始めました。それはまるで光の島がエミリオを歓迎するかのようでした。海は穏やかで、星々がエミリオの旅の成功を祝福するかのように輝いています。彼は帆を下ろし、小舟を静かに光の中へと進めました。島に近づくにつれ、その光は明るく、暖かいものへと変わっていきました。そして、ついにエミリオの目の前に、光の島が現れました。島は予想をはるかに超える美しさでした。白い砂浜、透明な水、そして様々な色の花々が島を彩っています。島の中央には巨大な光の柱が天に向かって輝いており、その周囲には生命のエネルギーに満ちた森が広がっていました。エミリオは自分がこれまでに見たどんな場所よりも美しいと感じました。島を探索する中でエミリオは不思議な体験をします。光の島は彼の心の中にある恐れや不安を取り除き、心を穏やかにしてくれました。また、島の中には古代の文明が残したとされる遺跡があり、そこには人類の知恵と平和を象徴するメッセージが刻まれていました。エミリオは光の島がただの伝説ではなく、人々に希望と癒しを与える存在であることを実感します。そして彼はこの島の秘密を世界に広めることではなく、島の神秘を守ることが自分の使命であると感じました。光の島の体験はエミリオにとって内なる平和と真の自由を見つける旅となりました。帰路に着くとき、エミリオは新たな決意を胸に秘めていました。彼は自分の経験を通じて人々に冒険の大切さと心の平和を見つける旅の意味を伝えることを決心します。彼の物語はアゼルタウンに戻ってからも続きますが、今度は新たな冒険者たちにインスピレーションを与える物語として、
夜空には星が輝き、海は静かに彼の帰りを待っています。エミリオの日々の冒険者としての旅は終わりましたが、彼の心に刻まれた物語は永遠に続いていくのでした。旅する心、学ぶ魂。夜が深まるとともに、静寂が小さな町を包み込んだ。町の外れに住む少年、亮は自室の窓から星空を眺めていた。彼にとって夜空は無限の可能性と冒険への憧れを象徴していた。学校での日々は平凡で、毎日が予測可能なパターンをたどる。しかし、亮の心の中では常に新しい何かを発見しようという強い願望が渦巻いていた。ある夜、亮は不思議な夢を見た。彼は古代の地図を手に入れ、それが示す未知の土地を探検する夢だった。目覚めた時、彼はその夢がただの幻ではないことを直感した。夢に出てきた地図は、亮の心の中に深く刻まれ、彼の冒険心を一層かき立てた。次の日、亮は地元の図書館へと向かった。何時間もの間、彼は古い文献と地図を調べ上げ、夢に見た地図が示す場所を特定しようとした。そしてついに、彼はある古文書に記された伝説の島についての記述を見つけた。その島は、遥か昔、知識と学びの聖地とされ、多くの探検家がその存在を追い求めたという。亮は心を決めた。彼はその伝説の島を見つけ出し、そこに隠された知識を学びたいと思った。これは単なる好奇心から生じた冒険ではなかった。亮にとってこれは自分自身を見つけ、自分の限界を超える旅だった。彼は準備を始め、古文書に記された手がかりを頼りに、未知の世界への第一歩を踏み出すことにした。この旅は、亮にとって、ただの地理的な探検以上の意味を持っていた。それは、知識への渇望、心の成長、そして、最も重要なこととして、彼自身の魂を探る旅だった。未知との出会い、そこから得られる学びが、亮の心と魂を育てることになるのだった。そして、亮の冒険が今、始まろうとしている。朝日が地平線から昇り、新しい日が始まった。亮は旅の準備を整え、家族に別れを告げると、一人で家を出た。彼が目指すは、古文書に記された伝説の島。しかし、その場所は明確ではなく、多くの謎に包まれていた。亮はまず、地図に基づいて港町へと向かうことにした。港町に到着した亮は、島への手がかりを求めて、様々な人々と話をした。多くは、彼の話を、ただの子供の空想だと笑い飛ばしたが、中には興味を示してくれる人々もいた。その一人、海に生きる老船長は、亮に言った。若者よ、真の探検家は目に見えないものを見ることができる。お前の心がお前を導くだろう。老船長の言葉に勇気づけられ、亮は小さなボートを借りて、海に出ることに決めた。海は静かで、風は穏やかだった。彼は、海図と古文書の記述を照らし合わせながら、航路を進んだ。日が沈む頃、遠くに小さな島が見えてきた。それは、地図には記されていない島だった。亮は、島に近づくと、美しい自然に圧倒された。白い砂浜、澄み切った青い海、そして豊かな緑。彼は島を探検し始めた。島の中央には古びた石造りの遺跡があり、亮はそこに何か手がかりがあるかもしれないと思った。遺跡の中を探検していると、亮は奇妙な石板を見つけた。それには古代の文字が刻まれていた。亮はその文字を何とか解読しようとしたが、難しすぎてすぐには理解できなかった。しかし、彼は諦めなかった。この石板が伝説の島への手がかりになるかもしれないと信じていた。その夜、亮は石板を持って砂浜に座り、星空を眺めながら考えを巡らせた。
そして星々の配置が石板に刻まれた文字と何らかの関係があることに気づいた。星々が示す方向が次に進むべき道を指し示しているのかもしれない。亮は新たな発見に心を躍らせ、石板と星空の謎を解き明かすための長い夜を過ごした。彼にとってこの冒険はただの始まりに過ぎなかった。未知への探求とそこから得る知識への渇望が彼をさらなる冒険へと導いていくのだった。翌朝、亮は石板と星空の謎を解明するために再び遺跡を訪れた。夜通し考えを巡らせた結果、彼は星々の配置と石板上の記号が示す方向性を見つけ出した。それは遺跡の奥深く地下へと続く隠された通路へと彼を導いた。通路は暗く湿った空気が立ち込めていたが、亮は迷うことなく進んだ。彼の持つ小さなランタンがその先への唯一の光となっていた。やがて彼は広大な地下空間に出た。そこには壮大な図書館が広がっていた。数えきれないほどの書物と古文書が高い天井まで届く棚にぎっしりと並べられている。亮は息を飲んだ。彼が夢見ていた知識の聖地がここに存在したのだ。彼は書物の一つ一つを手に取り、ページを食った。それぞれの書物は古代の科学、哲学、歴史、そして未知の技術について記されていた。亮はこの場所がかつて地球上の様々な文明から集められた知の宝庫であることを理解した。時間の経過を忘れ、亮は書物から知識を吸収し続けた。そして彼はある書物に記された人間の心と魂を成長させるための教えに深く魅了された。それは知識だけではなく人として成長することの重要性を説いていた。書物にはこう記されていた。真の探検家は外の世界を探検するだけでなく自分の内面とも向き合わなければならない。外の世界から得られる知識と内面の成長が融合したとき、人は真の意味での成長を遂げることができる。亮はこの地下図書館がただの場所ではなく自分自身を見つめ成長するための場所であることを悟った。彼はこの教えを胸にさらに深く探求する決意を固めた。その日から亮は毎日図書館を訪れ書物から学び自分自身を見つめ直す時間を持った。数週間が過ぎ、亮は地下図書館での学びを通じて、かつてないほど自分自身の内面と向き合い、多くのことを学んだ。彼は知識だけでなく、勇気、忍耐、そして他者への思いやりの大切さを理解した。ある日、亮は古文書の中に、この地下図書館と外界をつなぐ秘密の出口があることを示唆する記述を見つけた。それは島の最も高い山に隠された古代の神殿へと続く道だった。亮はこの神殿が彼の旅の最終目的地であり、そこで彼は自分の探求を完遂できると確信した。次の朝、亮は地下図書館を後にし、山へと向かった。登山は容易ではなかったが、亮は途中で学んだ知識と自身の内面で培った強さを頼りに困難を乗り越えた。山頂にたどり着いた時、彼は息を飲むほど美しい景色を目の前にした。そこから見える世界は彼がこれまでに見たどんな景色よりも壮大で美しかった。山頂にある古代の神殿は時間を超えた静寂と荘厳さを漂わせていた。亮は神殿の中心にある部屋に入ると、そこには巨大な結晶が浮かんでいた。結晶からは柔らかな光が放たれ、亮の心を温かく照らした。彼は結晶に手を触れた瞬間、心と魂が一つになるような感覚を覚えた。その瞬間、亮は自分の内面に眠っていた無限の可能性と、外の世界を探検することの真の意味を理解した。彼はこの旅が自分にとって単なる知識を求める冒険ではなく、自分自身と向き合い、成長するための旅だったことを悟った。亮は神殿を後にし、新たな自分として島を出発した。
彼はこの旅を通じて外の世界だけでなく自分自身の内面の世界も探検することの重要性を学んだ。そしてどんなに遠くへ旅をしても最も大切なのは自分自身の心と魂を成長させることだという真実を見つけ出した。亮は家に帰り家族と再会した。彼は旅の体験を語り学んだことを分かち合った。彼の話からは冒険の興奮だけでなく内面の成長と変化が感じられた。そして亮はこの経験を生かして地元の子供たちに冒険と学びの大切さを伝えることに決めた。彼は地元の学校で話をするようになり、自分の経験を通じて子供たちに夢を追い求め、常に学び続けることの価値を教えた。亮の旅は終わったが、彼の学びと成長の旅はこれからも続く。外の世界を探検することと同じくらい、自分自身と向き合い、成長することの重要性を、亮はこれからも伝えていくことになる。旅する心と学ぶ魂を持つ亮の物語は、終わりではなく、新たな始まりへの扉を開いたのだった。知られざる日常の探求。夜が深まり、世界が静寂に包まれる頃、小さな町の外れにある古い家の一室で、主人公、宗太は不思議な夢を見ていた。彼はいつものように目を閉じると、自分が知らない場所へと導かれるのだ。その夢の中で、彼は空を飛び、時には深海を探検し、また時には未知の大陸を旅する。しかし、夢から覚めると、そこはいつものように彼の部屋で、外は静かな夜が広がっている。ある夜、宗太は特別な夢を見た。彼は光り輝く古代の遺跡を探索していた。その遺跡は、現代の科学では説明できないほど、精巧に作られており、その中心には大きな石の台座があった。台座の上には謎に満ちた古文書が置かれていた。宗太がその文書に手を伸ばした瞬間、彼の心は強烈な光に包まれ、目が覚めた。目覚めた宗太は、その夢がただの夢ではないことを直感した。彼の日常には何か大きな秘密が隠されているような気がしてならなかった。そしてその日から宗太は自分の周りの世界をもっと深く理解しようと決意する。彼は日常に隠された不思議を探求する冒険へと足を踏み出すのだった。この物語は宗太が日常の中に隠された不思議や秘密を発見し、それらを通じて自分自身と世界の新たな一面を理解していく旅の記録である。読者の皆さんも宗太の冒険に同行し、知られざる日常の探求を共にしよう。宗太は自分の日常に新しい意味を見出そうと決心してから、周りの世界を異なる目で見始めた。学校での授業、友人たちとの会話、街の風景。これまで見過ごしていた細部にも、彼は注意を払うようになった。ある日、放課後、宗太は図書館の最も古い書棚で、偶然にも一冊の古い日記を見つけた。日記は何世代も前の町の探検家によって書かれたもので、彼が未知の地を探検した記録が詳細に記されていた。その日記の最後のページには謎の地図が挟まれており、その地図には知られざる日常の探求という言葉が書かれていた。宗太はその地図に強く惹かれ、それが何を意味しているのかを知るために、地図に描かれている場所を探し始める。地図は彼を町の外れにある古い森へと導いた。森は密で、一歩足を踏み入れると、まるで別世界に来たかのような静けさがあった。宗太は森の中を進んでいく。時折、奇妙な鳥の鳴き声や、遠くから聞こえる水の流れる音が聞こえてきた。彼は地図に従い、森の奥深くにある小さな湖へとたどり着いた。湖は静かで、その水面は鏡のように周囲の景色を映し出していた。湖のほとりには小さな石碑が立っていた。石碑には古い言葉で日常の中に隠された世界への扉と刻まれていた。
ソウタはこの場所がただの湖ではなく何か特別な意味を持っていることを感じた。そして彼は湖の水面に手を伸ばし、触れた瞬間、湖から奇妙な光が放たれ、彼の前に新たな景色が広がった。その瞬間、ソウタは自分が日常とは異なる未知の世界へと足を踏み入れたことを悟った。この冒険が彼にとって知られざる日常の探求の始まりであることを。湖から広がった新たな景色は、ソウタがこれまで見たどんな場所とも違っていた。空は紫とピンクのグラデーションで染まり、大地は柔らかな光を放つ草で覆われていた。遠くには奇妙な形の木々がそびえ、その間を小さな光の粒が舞っている。これは夢。ソウタはつぶやいたが、空気の感触、風の匂い、足元の草のぬくもりが、これが現実であることを教えていた。彼は湖から一歩一歩、この新しい世界へと踏み出した。歩を進めるうちに、ソウタはこの世界が単なる美しさだけではないことに気づき始めた。そこには彼の知る日常、世界には存在しない生き物や不思議な力を持つ植物が溢れていた。木々の間を飛び回るのは小さな光をまとった精霊たちで、彼らは好奇心旺盛なソウタを歓迎するかのように舞い回っていた。ソウタはこの世界を探検するうちに一つの小さな村にたどり着いた。村は人間のようでありながら何かが異なる生き物たちで溢れており、彼らは自然と一体となるような暮らしをしていた。村人たちはソウタを温かく迎え入れ、この世界が異界と呼ばれる場所であること、そして彼らが異界の守り人であることを教えてくれた。異界の守り人たちは、ソウタにこの世界が日常世界と深いつながりを持っていることを説明した。日常の中には見過ごされがちだが、実は重要な役割を果たしている小さな奇跡や美しい瞬間が溢れている。異界はそれらが形作る別の側面であり、日常と異界は互いに影響を及ぼし合っているのだという。ソウタはこの異界の探検を通じて日常に潜む美しさや不思議に気づき、それを大切にする心を育むことができたと感じた。そして彼はこの体験を日常世界に持ち帰り、日々の生活に新たな意味を見出す鍵となることを決意する。しかし、異界の探検はまだ終わっていなかった。守り人たちは、ソウタに異界のさらなる深みへと誘い、彼の探求をサポートするために、特別な力を授けた。これにより、ソウタは異界の奥深くに潜む、さらなる秘密を解き明かす旅へと、歩を進めるのだった。異界の守り人たちから授けられた特別な力を持ち、ソウタは異界のさらに深くへと探検を続けた。彼の前に広がる景色は一層奇妙で美しいものになり、空は色とりどりの光で満たされ、大地は生命の力に溢れていた。彼が出会う生き物たちは彼に古代の言葉や知恵を教えてくれた。ソウタはこの世界の一部となり、異界との対話を深めていった。ある日、ソウタは異界の中心に位置する大きな森にたどり着いた。この森は時間の森と呼ばれ、過去と未来、そして全ての可能性が交差する場所だった。森の奥深くには古くから伝わる巨大な木があり、その木は異界の秘密を守る鍵とされていた。ソウタが時間の森を歩み、巨大な木の前に立つと、彼の心は強い力に引き寄せられた。木からは暖かく包み込むような声が聞こえてきた。それは異界の意志のようなもので、ソウタに話しかけてきた。ソウタよ、あなたはここまで多くを学び、成長した。異界と日常は、あなたのようなものが橋渡しをすることで、互いに豊かになるのです。日常の中に異界の美を見出し、異界の中に日常の価値を見出す。それがあなたとこの世界の役割です。ソウタはこの言葉の意味を深く理解した。日常と異界、それぞれが独自の美しさと秘密を持ちながら、実は深くつながっていることを。そしてそのつながりを理解し、両世界のバランスを保つことが彼にとっての使命であることを。森から戻る道のり、
ソウタは自分が持ち帰るべきメッセージを考えた。異界の探検を通じて得た知識と経験は日常世界においても大きな価値を持つ。彼は日常と異界、両方の世界での経験を共有し、他の人々にもその美しさと奥深さを伝えることを決心する。この旅はソウタにとってただの冒険ではなく、自分自身と世界との新たな関係を築くための重要な一歩となった。異界と日常、それぞれの世界の秘密と対話しながら、ソウタは人々に新たな視点を提供し、世界をより豊かなものにする役割を果たすことになる。ソウタの異界での探検が終わりに近づくと、彼は再び湖のほとりに立っていた。湖は静かに輝き、ソウタの前に再び日常の世界が広がっている。彼は異界での経験が自分を変え、新たな力と知識を与えてくれたことを感じていた。心の中では異界の美しさと日常の世界への新しい見方が融合していた。家に戻る道すがら、ソウタは周りの世界が以前とは異なって見えることに気づいた。日常の中に隠された美しさや不思議が彼にははっきりと見えるようになっていた。空の色、風の匂い、樹木のささやき。これらすべてが異界での経験を通して得た新しい視点から彼に語りかけてくるようだった。ソウタはこの新しい視点を共有するために自分の体験を記録し始めた。彼は日記、絵画、写真を通して日常と異界の両方で感じた美しさと不思議を表現した。そしてこれらの作品を通じて人々に異界の存在と日常の中に潜む美しさに気づいてもらうことを願った。やがてソウタの作品は多くの人々の心に響き、彼らもまた日常の中に隠された美しさを探求し始めた。人々はソウタが異界で学んだことを日常に取り入れ、生活を豊かにする新たな方法を見つけ出した。ソウタの冒険は一人の少年の旅から多くの人々の心を動かす物語へと成長していった。異界での探検を終え、日常へと戻ったソウタは自分の役割を見つけた。彼は日常と異界の間の架け橋となり、両世界の美しさを伝える使者となった。ソウタの物語は私たちにも日常の中に隠された美しさや不思議を探求する勇気を与えてくれる。そして夜が更けていく中、ソウタは再び自室の窓から星空を眺めた。無数の星々が輝く中、彼は自分が大きな宇宙の一部であり、無限の可能性を秘めていることを実感した。異界での経験は終わったかもしれないが、彼の探求はまだ始まったばかりだった。帰路に着くまでの教訓。春の訪れとともに、小さな町の外れにある小高い丘に一軒の家が佇んでいました。その家には心優しい少年、龍が両親と暮らしていました。龍はいつも夢に思いを馳せていました。夢には遠く離れた未知の土地を探検し、美しい景色を目に焼き付け、新しい友達を作る冒険が繰り広げられていました。しかし、実際の生活では、学校の勉強や家の手伝いに追われ、冒険に出る機会はありませんでした。ある日、龍は学校の図書室で一冊の本を手に取りました。その本には、失われた宝を探す冒険が描かれており、彼の心を捉えました。龍はその瞬間、自分自身の冒険を始めることを決意しました。しかし、彼は危険を避け、安全に探検する方法を見つけなければなりませんでした。そこで彼は、地元の図書館で研究を始め、冒険に必要な知識を身につけることにしました。春の終わりのある朝、龍は新たな日の始まりとともに目覚めました。彼の部屋からは小高い丘にそびえる家の窓越しに朝日がゆっくりと昇るのが見えました。今日はただの一日ではありませんでした。今日は龍が自分だけの冒険を始める日だったのです。
竜は朝食を済ませ、必要なものをリュックに詰め込みました。水筒、地図、双眼鏡、そして彼のお気に入りの本。家を出る前に、彼は一瞬立ち止まり、深呼吸をしました。冒険への第一歩を踏み出す勇気を自分に与えるためです。家を後にした竜は、街を抜け、目指すは古びた森です。彼は、この森のことを図書館で見つけた古い地図で知りました。伝説によれば、森の奥深くには、昔から語り継がれる秘密が隠されているとか。竜の心は、好奇心でいっぱいになりました。森の入り口に足を踏み入れると、世界が一変しました。木々の間を抜ける光が、地面にシルエットを描き、空気は生命の息吹で満たされていました。竜は、そっと歩みを進め、周りの自然に耳を傾けました。鳥のさえずり、遠くで聞こえる小川のせせらぎ、木々の葉が風に揺れる音。これらすべてが彼に歓迎のメッセージを送っているようでした。途中で竜は小さな川に出会いました。川のせせらぎはまるで彼をどこかへと導くようでした。彼は川沿いを歩き始め、やがて川は森のもっと奥深くへと続いていくことを知りました。竜はこの小川を友として、その導きに従いました。旅の途中、彼はいろいろな動物に出会いました。リス、小鳥、そして遠くで見た鹿。これらの動物たちは、竜に森の生活を垣間見せてくれました。彼は動物たちを静かに観察し、自然の一部になる喜びを感じました。夕方になり、竜は森の中で一番高い丘にたどり着きました。丘の上からは森全体が見渡せました。太陽が地平線に沈むのを見ながら、竜はこの1日を振り返りました。彼は冒険に出ることの真の意味を理解し始めていました。それは外の世界を探検することだけではなく、自分自身の内面と向き合い、自然とのつながりを深めることでもあったのです。日が沈み、竜は家に帰る道をたどりました。彼の心は、この日一日で見たもの、感じたもので満たされていました。家に帰り着いた時、彼は何か大切なものを見つけたような感覚に包まれました。それは冒険がもたらす、心の豊かさと生きる喜びでした。竜のこの小さな旅は終わりましたが、彼の心の中の冒険は、これからも続くでしょう。未知の世界への好奇心と自然との絆は彼の心の中で永遠に生き続けるのです。彼は慎重に歩き、地図で確認しながら伝説の地を目指しました。その途中、竜は様々な動物と出会い、彼らの生活を観察しました。また、森の中で迷子になった小鳥を見つけ、家に帰る道を教えてあげました。これらの経験は、竜にとって大きな教訓となり、冒険の重要性を再認識させました。夏の到来とともに、竜の心は再び冒険への渇望で満たされました。今回の目的地は、町の反対側にそびえる古い山でした。その山は、昼間は登山者で賑わいますが、夜になると別世界のように静寂に包まれます。山頂からは星空が手に届くかのように見え、この地でしか見ることのできない壮大な景色が広がっていると言われていました。この冒険には、竜の幼馴染である春も同行することになりました。春はいつも竜の冒険話を楽しそうに聞いてくれる、心強い友人です。二人は夜の山を登る計画を立て、準備を整えました。持ち物は最小限にし、重要なのは暖かい服装と、夜道を照らすための懐中電灯、そして夜空の美しさを存分に楽しむための双眼鏡でした。待ちに待った冒険の日、竜と春は夕暮れ時に家を出発しました。山に向かって歩き始めると、徐々に周りの景色は暗くなり、星々が一つずつ空に現れ始めました。街の喧騒から遠ざかるにつれて、二人の興奮も高まっていきました。山を登るにつれて、夜の冷気が二人を包み込みましたが、それでも二人の心は、温かいものでいっぱいでした。彼らが共有する強い絆と、冒険への期待感が、寒さを吹き飛ばしてくれました。
山道は険しく、足元は不安定でしたが、二人は互いを励まし合いながら、一歩一歩頂上に近づいていきました。山頂にたどり着いた時、二人は息を飲むほどの美しい星空に出迎えられました。無数の星が夜空を飾り、天の川がはっきりと見えました。龍と春は言葉を失いながらも、その光景に心を奪われました。二人は暖かいブランケットにくるまりながら、星空を眺め、星座や惑星の話で盛り上がりました。この時、龍は春と共有したこの経験が、彼らの友情をさらに深めることを感じ取りました。夜が更けていくにつれて、二人は自分たちが宇宙の一部であること、そしてこの広大な宇宙の中で、友情という絆を共有できることの素晴らしさを実感しました。星空の下、二人は将来の夢や希望について語り合いました。この夜は彼らにとって忘れられない記憶となりました。冒険の終わりに、龍と春は山を降り、夜が明ける前に家に帰り着きました。帰宅すると、二人は自分たちが経験したことの大切さを再確認しました。それは、外の世界を探検することだけではなく、友情という絆を深め、共に成長することでもあったのです。龍にとって、この夜の冒険は、自然の美しさを再発見し、友情の価値を深く理解する機会となりました。彼は、心からの満足感とともに、これからも春と共に、さらなる冒険を続けていくことを誓いました。そして、星空の下で交わした約束は、二人の心に永遠に残るものとなったのでした。秋の深まりとともに、龍は次なる冒険に心を向けました。今回の目的は、町から電車で数時間の距離にある、秘密に包まれた湖。この湖は、晴れた日には、周囲の山々が水面に映り込むことで知られ、その美しさは、訪れた人々を魅了してやまないと言われています。龍は、この湖でのひとときを通じて、自然の中での静けさと、来世の大切さを学びたいと願っていました。冒険の当日、龍は早朝に家を出発しました。電車に揺られながら、彼は窓の外に広がる風景の変化を楽しみました。都市の喧騒から徐々に離れ、自然が豊かな地域へと移り変わる様子は、彼の期待を一層高めました。湖に到着すると、龍はその場に立ち尽くし、息を飲みました。彼の目の前に広がる湖は、まるで鏡のように周囲の風景を映し出していました。湖畔には色とりどりの紅葉が美しく映え、その光景はまさに絵画のようでした。龍はしばらくその場で動けずに立っていましたが、やがて深い息を吸い込み、湖を一周する小道を歩き始めました。湖の周りを歩くうちに、龍は多くの発見をしました。小さな動物たちが忙しく動き回る姿、木々の間を吹き抜ける風の音、そして水面に映る自分の姿。彼はこれらすべてが自然の一部としての自分を感じさせてくれることに気づきました。途中、龍は湖畔にポツンと佇む小さなベンチを見つけました。彼はそこに腰掛け、静かに周囲を眺めながら、心の中で思索にふけりました。ここでは時間がゆっくりと流れているかのようで、龍は自分の内面と向き合う貴重な時間を過ごすことができました。夕方が近づくにつれ、湖はさらに神秘的な美しさを増していきました。太陽が山の向こうに沈み始めると、湖面に映る光がゆっくりと色を変え、空は紫からオレンジ、そして深い青へと移り変わりました。龍はこの変化する美しさに見とれながら、自然の偉大さとその中での自分の小ささを改めて感じました。この日の経験は龍にとって深い意味を持ちました。自然の中で過ごした時間は彼に静けさの中で自分自身と向き合う大切さを教えてくれました。また、この湖でのひとときは彼の内面に深い平和と充実感をもたらしてくれたのです。家に帰る電車の中で、龍は窓の外を流れる景色を見つめながら、今回の冒険を振り返りました。彼は自然が教えてくれる教訓の価値を深く理解し、これからもその教訓を生き方に取り入れていくことを
心に誓いました。そして湖畔で過ごした時間は彼の心に永遠に残る宝物となったのでした。冬が訪れ、竜は1年間の冒険を振り返りました。彼は多くの美しい場所を訪れ、新しい友達を作り、様々な教訓を得ました。そして何より、竜は自分自身の内側にある冒険心を見つけることができました。彼は理解しました。冒険は外にあるものではなく、心の中に始まるのです。竜はこれからも、心の中にある冒険心を大切にしながら、日々の生活を楽しむことにしました。そして彼はいつかまた新たな冒険に出かける日を心待ちにしていました。この物語は竜が学んだ教訓、帰路に着くまでの教訓を象徴しています。それは冒険は危険を伴うものではなく、美しい風景、新しい友達、そして自己発見の旅であるということです。そして最も大切なことは、どんなに遠くに行っても心の中に家を持ち、帰る場所を知ることです。